皆さんおはようございます。今日はミニマリストとして生活している私ですが、家がずっと綺麗な状態かと言われたらそうでもなくて、なので今日はその現実をお見せしたいと思います。具体的には朝子どもたちを保育園で送り出してから片付け終わるまでの過程を共有したいと思います。今月12月は夫は長期出張でいないので、私と子ども2人でワンオペで過ごしています。で子どもは2人とも保育園に通っていて、私はフルで在宅勤務っていう感じですね。この動画がどなたかの参考になったり、心の拠り所になったり、完璧じゃなくていいんだなっていうちょっと抜け感を与えられるような動画になっていたら嬉しいです。ではお掃除始めましょう。いつも片付いた家を動画にしていると思うんですが、現実はそうでもなくて結構散らかっていることが多いです。この画角は比較的片付いているように見えますが、一歩引くともうこんな感じでごちゃごちゃです。子供のおもちゃが多いですね。あとは洗濯物が床に一部落ちていたり、朝の図工の跡があったりしますね。でキッチンもこんな感じでちょっと汚くてお見せできないくらいですが、朝の保育園に送る前にバタバタとご飯を済ませた名残があります。でおもちゃ箱も子供部屋もこんな感じですね。でちなみに玄関も物は置かないようにしているんですが、保育園の送り迎えの残骸とか私のスリッパとか、なんかおもちゃとか落ちてたりします。であとこちらは寝室ですね。遮光カーテン引いているので朝でも暗いですが、こんな感じでいつも布団を敷いて寝ています。で反対側オフィスはちょっと個人情報の仕事のものがいっぱいあるのであんまり映せないんですが、朝はあんまり使わないのでこっちはあんまり荒れてません。今日は1箇所ずつ片付けていきたいなと思います。よろしければ皆さんもご一緒に片付けしていきましょう。はい、寝室はこんな感じで片付け終わりました。以前布団どこにしまってるのって質問いただいていたので、布団はクローゼットの中にしまっています。クローゼットの中はなので日中は空っぽです。夜使ったおむつとかティッシュとか寝かしつけの本とか片付けたらこんな感じになりました。ここに朝この状態にいつも戻してからルンバロボット掃除機をかけています。これで寝室はリセット完了ですね。はい、続いて玄関のリセットをしていこうと思います。リセットといってもそんなにものはないですが、一応リセットですね。お店でついてきたおもちゃですね。あと保育園の送迎に使ったお昼寝布団とか入れた袋ですね。これは片付けていきます。玄関のリセットは以上でおしまいです。続いて子供部屋のリセットをしていきます。もうそろそろクリスマスで新しいおもちゃとかも増えるので、今日はリセットだけしますが、今度子供と一緒に断捨離もしていきたいなと思います。とりあえず一旦リセットしようかなと思います。子供部屋のリセットは終わりました。あまり変わり映えがないですね。一応どんな感じか収納をお見せすると、ここがおままごとセットと、あと娘のお財布があります。これは置き場所決まっていなくて、娘が好きなところに置いておきたがるので、置き場所は特に決めていません。であとはおままごとセットと本が多いですね。本があそこに左端にいっぱいあります。で中にはブロックとかトミカとか
引き出しの中にですね入れています。で、ここに入りきらないもので、こっち側が押し入れになっているので、押し入れにこのように、一番下の段にカゴを2つ設けて、お絵かき工作グッズを入れています。この2つのカゴは、お絵かきのものがたくさん入っていて、子どもたちが好きに取れる位置に置いてあります。で、奥にあるのは娘がサイズアウトして息子が使うのを待っているおむつです。で、上の段はこれがプロジェクターです。で、これは子供の好きなミニチュアで、奥におむつと、あとは、お絵かきの大きな紙が1本っていう感じですね。はい、子供部屋のリセットは以上です。はい、続いては悲惨なキッチンのリセットに移ります。キッチンは朝保育園の前に、ワンオペでドタバタとしているので、片付ける暇もなく出かけていきます。なので悲惨な状態です。一応夜はリセットするんですけど、またこの状態になってしまいました。片付けていきます。はい、以上でキッチンのリセットおしまいです。最後にリビングダイニング片付けていきたいと思います。まずはダイニングですね。ダイニングはそこまで散らかっていないです。朝子供たちが塗り絵していたので、それを片付けます。はい、これでダイニングのリセットもおしまいです。この後ロボット掃除機が通るので、椅子と座布団は上げておきます。全体像はこんな感じです。はい、リビングはこんな感じですね。散らかってるように見えて、実はそこまで散らかってないかもしれません。とりあえず目に見える定位置にないものを戻していこうと思います。息
子の大好きなうさちゃんと娘の大好きなステッカーが落ちてました。はい、あとはブランケットですね。ブランケット、あったかブランケットとあとこれも残ってましたね。これは洋服の毛玉取りブラシですね。とあと私のパソコンはこの後ソファーで仕事しようかなと思うので置いておきます。であとはあちらも布団です。夫が今長期出張で不在なので今日干そうかなと思っていました。なので、一旦干してこようかな。はい、布団も干してリビングのリセット完了しました。こんな感じでリビングとダイニング、子供部屋、キッチン、あと寝室のリセットも終わりました。で子供たちを保育園に預けるのが8時40分ぐらいで、私は仕事が9時から開始なので、その間にいつも爆速でリセットしています。今日ほど丁寧にできない時もありますけど、できる時にやればいいかなっていうスタンスでゆるくリセットしています。こんな感じでミニマリストとして生活している私ですが、実は別に毎日すごく綺麗なわけじゃないんだよっていう一面もお見せしたくて、今日この動画を撮ってみました。ネットに流れている動画とか画像っていうのは本当に生活の一部を切り取っただけのものなので、散らかっていても罪悪感を感じたりせずに見てほしいなという思いから今日この動画を撮ってみました。どなたかの心の拠り所とか参考になりましたら幸いです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。